はい、皆さんこんにちは、まゆです。お元気ですか？このポッドキャストでは日本人の私が友達と話すような自然な日本語でお話をしています。スピードもネイティブに近い自然なスピードなんだけど、英語やイラストでフォローしていきますね。それでは今日のトピックスです。今日のトピックスは地震です。ぐらぐら揺れる地震ですね。先週ちょうど日本で地震があったんですね。だから今回のテーマに選びました。地震があった時に私たち日本人はどうしてるの？そんなお話をします。日本はね、とても地震が多い国です。日本にね、興味がある皆さんはきっとご存知ですよね。ここでね、一つクイズです。地震にまつわるクイズです。日本では1日に何回地震が起こっているでしょうか？日本では1日に何回くらい地震が起こっているでしょうか？じゃあ1、5回、2、50回、3、500回。どれだと思いますか？1日にね、1日にですよ。そう。どれにするか決めましたか？それでは正解です。正解は3番。そう。1日に500回なんですよ。びっくりですよね。そう。私もね、嘘でしょって思ったぐらいでした。でもね、安心してください。1日に500回も実際に地震を感じることはありません。1日はね、24時間でしょ？その間、500回も揺れてたら、ちょっと生活できないですよね。そう。だから、ほとんどは、気がつかないくらいの揺れなんですね。とっても小さな揺れが起こってるんです。で、実際に私たちがね、生活していて気づく地震。実際に、揺れてるって感じる？そんな地震はだいたい1日に5回ぐらいですね、起こっています。それでも、1日に5回も揺れるのって思いますよね。そう思うよね。これもね、でも安心してください。日本の全部でね、日本全国いろんなところで全部合わせての話です。だから実際に暮らしていて毎日ね、地震を感じるっていうようなことはないんですね。でね、つい先週日本では少し大きな地震がありました。震度5ぐらいだったと思います。日本のね、東北ですね。昔大きな地震があった場所なので、すごい心配になりました。日本中が心配してましたね。でもね、その後は、一回起こった後は、大きな地震が続かなかったので、安心しましたね。だから、本当にね、毎日、地震のニュースっていうのは、日本に住んでると、とっても身近に感じるものです。だからね、もしみんながいつか日本にね、来ることがあれば、短期間の旅行だったとしても地震を体験する可能性はあると思います。だからぜひ今日の話を聞いていってもらえたらなと思います。でね、地震は震度っていう言葉で表します。正式にはマグニチュードも使いますね。でも私たちが会話の中でいつも使うのは震度の方ですね。だから、さっき揺れたよね。まあでも震度1ぐらいじゃない？とか、あと、なんか割と揺れたねって。でも震度3らしいよ。結構揺れたと思ったけど、あれでも震度3なんだね。みたいなね、感じで会話をします。で、震度っていうのは、今、自分がね、いる場所の揺れなの。だから、よく使うの。
で、マグニチュードはその地震の中心のエネルギーの大きさなんですね。だから今ここの話をする時っていうのは震度は何っていう風に会話するんですね。で、そんな風にね、こうたくさん地震がある国なので、私たち日本人っていうのは地震にとっても慣れてます。地震が起こることに慣れているんですね。だからもちろんね、毎回ドキッとはします。ぐらって揺れるとピッとね、地震って緊張します。でも震度3以下であればあんまり驚かないと思いますね。地震をね、経験したことがない人もいると思うので、こう少しイメージできるように、その想像できるようにちょっと解説をしますね。震度1は揺れたかなどうかなって気づくか気づかないかくらいの程度です。だから家の中にいて静かにしてる人は気づくかもしれないです。外にいるとあんまり気づかない。そんな揺れですね。で、震度2はこう家のね、電球がちょっとこうゆらゆら揺れるくらいです。だから私は家にいる時に地震かなって思ったら、まずね、電球を見ますね。こう吊るしてあるゆらゆらするタイプの電球です。で、あれがね、一番わかりやすいと思います。それでもね、震度2でも外を歩いてたらあんまり傷がつかないんじゃないかなって思いますね。で、震度3、ここからは揺れてるなって思いますね。もう結構感じます。だから人によってはこう机の下にね、こう隠れたり行動に移す人が出てくるのが震度3かなと思います。電車に乗っててもなんかぐらって揺れてるかもっていうぐらい気づくのが震度3かな。なんか震度1や2だとちょっとね、まだ様子を見てるんですよね。それで終わるかなって思うので、あんまり急にね、行動に移す人は少ない、気がするんだけど、震度3くらいからはちょっともう本格的に備えようかなっていう揺れになってきます。で、震度4からですね、もう4より上になってくると、食器棚のこれね、棚の食器を入れてるね、棚がこうカタ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 ってこう音を鳴らしてたり、本格的な揺れっていう感じになってきます。だからちょっと怖いなってやっぱり感じる揺れになってきますね。だから先週のその東北地方であった震度5はそこにいた人はね、かなり怖かったと思います。でね、2週間くらい前にその東北の地震とは別に私が住んでる大阪でも地震があったんですね。で、ちょうどその体験をしたところなので、ちょっとその時の話をさせてください。でね、ちょうど私はモノレールに乗っていたんですね。大阪にはモノレールがあるんです。こう別にね、テーマパークとかアトラクションじゃないですよ。普通に会社に行く時とか学校に行く時に乗るこう電車としてモノレールが走ってます。そうで、夕方のちょうどみんながね、帰る時間だったんですね。だから結構混んでました、電車の中が。こう座る席はもう全部埋まってて、立ってる人が多い、そんな状況ですね。で、どれくらいその人が多かったかっていうと、隣にいる人の距離がこの肘くらい、この辺に隣の人がいるなっていうくらいの距離かな。だからそれくらい人がいる車内でした。で、なんか乗ってて、なんか今日はちょっと揺れるなーみたいな、ちょっと急ブレーキでもしたのかなーって思ってたんですよ、ぼーっとね。そしたらね、一斉に
車内でもうものすごいブザー音、アラーム音が鳴り響いたんですよ。みんなの全員の携帯から一斉にです。でこれが地震のアラームなんですね。でこれはね知らなかったら本当に驚くと思います。もうねブーブーブーっていうこうブザーみたいな音で、もうねすごい音なんですよ。危ないよ、気をつけてねっていう知らせるためのねアラーム、こう警告する音だからすごいドキッってする音なんですね。YouTube にね音源あるから概要欄に貼っておきます。まあでもねYouTube で聞いてもちょっと一瞬はやっぱりドキッとする音ですね。そうだからそれがね全員の携帯から鳴るからすごい音になるんですよ。車のじゃない電車の中にいると。そうだからね初めてだったら本当にもうね何事何ってなっちゃうと思います。そうでこれね音が鳴らないようにする設定あるじゃないですか、スマホに。こう電話の音とかメールの音とかね、これ鳴らないようにするマナーモードにしてても、もう地震のアラームだけは必ず鳴ります。必ずかもう鳴る設定になってるんですね。そうだから全員の携帯が同時になるんですよ。そんなことって普通ないですよね。普通に暮らしてたらやっぱりない。だから驚くんです。一瞬ね。でもやっぱりね日本人ってこのアラームにも慣れてるんですよ。そうだから一瞬鳴り出した時はねこうビクッと驚くんだけど、すぐにね地震のアラームだなってわかるからちょっと落ち着くんですよね。地震かってこうってわかるね。それで落ち着きます。きっとね日本に住みながら聞いてくれてる人はねすごくわかると思います。でなんならね今回のこのアラームは本当に地震のアラームかなみたいな、嘘じゃない、練習じゃないかなって疑いにかかるくらいなんですよ。そうスマホのその地震のアラームはね、今から大きな地震が来るかもよって察知した時にも鳴らされるし、あとたまにねこう練習、つまり避難訓練って言うんだけど、その避難する練習訓練ね、避難訓練として鳴らされたりするんですよ。だから国がね、ちゃんと本当に大きな地震が起こった時に私たち国民にこう知らせることができるかどうかっていうのを練習してるんですね。だからその練習用で大きな音が鳴ることもあるんですね。で驚いて、表示を見たら何地震来るのと思ってね表示を見たら避難訓練って書いてあって、もうなんだみたいな感じになることもあるんですよ。だからねそのアラームもドキッてするけど一瞬ね、でも慣れてるんですね。そうでね、話を戻すと、だからそのいつもより揺れるなーってこう思ってたぐらいのところに大きなアラームが鳴ったから、私は地震かと思って気づいたっていう感じでしたね。でそしたら電車がねもうすぐに止まりました。こういうの緊急停止って言います。すぐにね聞いて止まりましたね。で止まってる間もしばらくはねこうぐらぐら揺れてましたね。でモノレールってこう一本の軸の上に電車が乗っているっていうような構造だから、普通の電車よりもねやっぱりゆらゆら揺れるんですよね。でも閉じ込められちゃってるから何にもできないでしょ。であと周りのね人たちもやっぱり慣れてるので、みんな騒がずね静かに待ってましたね。なんか収まるかな、このまま大きくならないといいな、揺れてるなっていうぐらいの
テンションです。だから、うわー地震だどうしようみたいにね、あんま騒ぐ人っていうのはいないんですね。そう。だからそういうところがね、やっぱり慣れてるなーってちょっと改めて思いましたね。で、そのうちね、もう揺れが収まるか収まらないかくらいの時に、もうなんか会話がね、こう聞こえてくるんですよ。誰かがね、すぐ調べて、なんか震源地、地震が起こったその中心の場所は奈良の方だってとか、あと震度3なんだってここみたいな感じでね、すごいいろんな会話が聞こえてくるっていうような感じでした。で、揺れが収まってしばらくしてから電車が動き出しましたね。で、本当に安心しました。動いてくれて。多分運転手さんの判断じゃなくって、その会社がね、こう余震って言うんだけど、ずーっと地震がね、ちっちゃい地震とか大きな地震がその後ずっと続くことがたまにあるので、そうじゃないなと、あんまり余震は来なさそうだなっていうの分かって、運転を再開するっていうような感じで動いてくれました。そう、もう本当にね、安心しましたね。ほっとしました。っていうのも、もっと昔ね、私、震度5くらいの地震にもあったことがあるんですね。で、その時にも電車に乗ってたんですよ。で、モノレールじゃないけど、普通の電車に乗ってました。そしたらね、もう震度5だと揺れが収まっても電車がね、もう動かなくなっちゃったんですね。で、これはおそらく震度5とか6とか大きな地震になると、もう線路がね、そのずれちゃってたりとか、多分全部の線路の点検をしてからじゃないと、こうチェックしてからじゃないと、電車が動かせないっていう風になっちゃうんですね。そう。だから、もうね、その判断をするのに多分時間がかかったんでしょうね。地震が起こってから2時間くらいかな。ずっとこの車内で閉じ込められてね。で、結局動かないしくって、その線路の上にね、もう降ろされて歩いて家まで帰ったっていうことがあったんですよ。そう、もうね、大変です。でも、歩いて1時間もね、かからないぐらいの距離だったからよかったって思いましたね、その時も。でもね、その2時間も朝の通勤の電車にね、閉じ込められたら、もうね、私トイレに行きたかったの。本当に。そう。だから、もうね、思わずね、扉が開いてね、もう、よっしゃ、開いたと思って。でも、線路に降りて、もうすぐに、ダーってダッシュして、目の前にある銀行にね、もうすいませんって言って、トイレ貸してくださいって言ってね、飛び込みましたね。そう。そしたら、銀行の方もね、わかるんですよ。違う違う、大きな地震があった後だから、どうぞ使ってくださいって言ってね、優しく言ってくれて、そこでトイレを借りたっていう、もう辛い、ギリギリセーフみたいな思い出があります。そう。だから、今回ね、モノレールが動いてくれて、本当に安心しました。これが今回のリアルな私の、地震の体験談ですね。はい。じゃあ、最後にね、みんなにもしっかり役立つ情報をお伝えしておきます。もし日本にいる時に地震が来たら、どんな行動をとったらいいか。これをクイズにしてね、また、地震サバイバルクイズとして、問題を出して、今回の動画はおしまいにしますね。で、私たちはね、地震が起こったらこうしましょう。こんな行動をとりましょう。っていうことを子供の頃から習います。だから、このクイズにはほとんどの日本人が答えられると思いますよ。それではいきますね。第1問。あなたがホテルの部屋にいるときに地震が起こりました。ね。で、一番危ないものはどれでしょ
一番みんなが離れなければいけないものはどれでしょう？ 1、窓ガラス。2、テレビ。3、部屋の鏡。どれでしょう？正解は2です。テレビ。そして次に3、部屋の鏡ですね。で、一見ね、危なそうなこの大きな窓ガラスなんですけど、これはね、実は日本のホテルとかビルの窓ガラスっていうのはとても強くできています。で、地震があるってもう分かってるので、日本のね、建物の基準っていうのはすごく厳しいんです。だから地震が来ても簡単にね、パリンって割れたり落ちてこないようになっています。でも部屋の中にある鏡、特に壁にね貼ってある鏡はいいんだけど、姿を見れるね、こういうミラー、なんか全身が映るミラーとか、あとテレビ、これはやっぱりガタガタして倒れてきたりとか、あと割れてね、その衝撃で割れちゃったりする可能性があるので、ホテルの部屋にいる時にはまずそのテレビとか周りの電球とかね、落ちてくるものがない場所に必ずいるようにしてください。で、次のクイズです。2問目で、あなたが家やアパートにいる時ね、家の中にいる時に地震が来ました。じゃあ一番最初にすることは何でしょう？何でしょう？ 1、ガスのね、火を止めること。2、頭を守って机の下とかね、安全な場所に逃げること。3、部屋のドアを開けておくこと。部屋のドアっていうのは主に玄関ですね。玄関のドアを開けること。さあ、どれでしょう？もう家にいる時に、今地震だ、さあどうするっていうことですね。わかりますか？正解は2です。そう、頭を守って安全な場所に逃げるですね。で、火をすぐに消さなくていいのって思った方もいるかもしれないなと思うんですね。でも実は日本のこのガスですね、ガスの火っていうのは強い地震が起こった時には自動で消えるようになってるんです。そうだから無理にね、揺れてる時に火を消さなきゃと思って消しに行くと、温めてるね、お鍋とか熱いのが自分にかかっちゃうっていう可能性もあるので、もう火は自動的に消えるので、とにかく自分が安全な場所、頭を守って安全にで入れる場所、落下してくるものがない場所に行きましょう。これが正解なんです。そうで、さっき紹介したね、この選択肢にしてたガスの火を止める、あと部屋のドアを開ける、これはね、間違いではないんです。でも順番がね、大事なんですね。だからまずは頭を守る。で、揺れが収まってから火を消す。で、玄関のドアを開ける。この3つです。で、玄関のドアはなんで開けなきゃいけないのって、これも疑問に思う方がね、いるかなって思うんだけど、本当に強い地震があると玄関のドアが歪んじゃってね、扉が開かなくなるっていうことがあるんですね。だからさっきも紹介したけど、余震が来た時にね、次の余震の方で家が歪んじゃったりする可能性があるから、玄関のドアもなるべく開けましょうっていうのは習いますね。そういうやることっていうのの中に入ってます。そうなんです。はい、じゃあ最後の問題です。地震の後はどのニュースを見たらいいでしょう？ 1、SNS 早いから。2、ヤフージャパンか地震専用のアプリ。でもこれはね、わかりますね。もちろんやっぱり2です。
で、地震の後っていうのはインターネットとか SNS でフェイクニュースがね、嘘のニュースがすごく多くなります。あそこが爆発したとか、動物園からライオンが逃げ出したとかね。あと本当に良くないことだけど、昔のね、津波の動画を使って、あそこで今津波が起きてるみたいなことを流す人もいます。で、こういうね、フェイクニュースの問題っていうのは日本だけじゃないですよね。みんなの国でもやっぱりあるものかなって思います。だからそういう時にはYahoo Japan かね、後で紹介する地震のねアプリとかが本当におすすめです。で、Yahoo Japan は小さな地震でも結構ね、トップ画面にいつも情報が出るんですね。で、どこどこは震度いくつでしたみたいな感じで出るので、私は結構いつも Yahoo で見ることが多いです。あんまりちょっと小さい地震だったとしても、今のは震度どれぐらいだったんだろうって知りたい時ですね。そういう時に見ます。でもね、一番使いやすい、おすすめなのはネルブっていうアプリですね。で、これ英語対応もしてるので一応紹介しておきます。で、別にね、広告じゃないです。普通にね利用してるのでおすすめなのでここで紹介しますね。で、地震だけじゃなくって日本っていうのは台風とか大雨とかの自然のね災害がとっても多い国です。こればっかりはねもう仕方ない。どうしても起こります。だから今ねいる場所で起こる地震を含めた危ないこと、台風やいろんな危ないことね、それをもう全部通知してくれたり、いつでも情報が見れるようになってるアプリです。で、とっても使いやすいですね。で、英語対応ももちろんしてました。で、これね、日本のねアニメのエヴァンゲリオンって知ってます？エヴァンゲリオン。あれのね、モチーフにしてるんですね、アプリが。だから、画面のレイアウトとか色使いが、アニメの主人公たちが使ってるモニターそっくりに作られています。ちょっとね、そういう、遊び心があるアプリですね。でも、3.11、東日本大震災ですね。あれを機に作られたすごく信頼できるアプリです。だからもしね日本に来る時にちょっと地震が怖いなとか、もし起こった時にすぐに情報をね調べたいなと思った時にはネルブっていうアプリをダウンロードしておくとすごく安心かなと思います。はい、皆さんサバイバルクイズはいかがでしたか？ここまで見てくれた皆さんどうもありがとうございます。で、火を消しに行かなくていいとか、あとドアを開けておくとかは知らない方もねいたんじゃないかなと思います。だから地震が来たらねすごく慌てると思うけど、まずは頭を守ってください。で、命を守りましょう。落ちてくるものがないか周りを見回して確認してみてくださいね。で、意外とね小さな地震だったら慌てなくても大丈夫なのかなっていうのは周りの日本人を見てね行動してもらえたらちょっと落ち着けるかなっていうふうにも思います。だから正しい知識をねポケットに入れて、もし日本に来ることがあればね安心して日本を楽しんでくださいね。それでは今日のポッドキャストはここまでです。また次の動画でお会いしましょう。またね。